そうですそうです。これどこのメーカーのやつなんですか？これはウィンドハード、イージスマックスのウへィンドハードですね。ありがとうございます。ちょっと参考にさせてもらいます。ちょっと結構お求めやすい、お求めやすい価格で。はい、トワイライトっていうモデルのはい。やつですね。キルトですね。へえ、めっちゃなんかデザインいいですよね。デザインもいいし、なんかはい。色もいいし、色もいい。でこんな感じで、かっこいい。背中が開いてて、はい。でもフットボックスがかなりしっかりしてるような感じの。確かにバフバフっぽいですね。そうなんですよ。かなり手触りもめっちゃいいですね。そうそうそう。めっちゃ気持ちいい。キルトじゃなくてボックスキルトコード、コールドスポットができるぐらいになってるんで、はい。確かにこう横とちゃんと縦になってて。そうですそうです。だったり、そうなんですよ。コールドスポットできづらかったり。確かに。結構これで実際僕はマイナス7とか。すごい。マイナス7までいけるんですか？普通にあの時はシェルター、フロアでシェルターで止まった感じです。すごい。そう、中にアルファダイレクトでブーストしてる。インスタレーションして。はい。すごいなぁ。実際でもリミットマイナス5とかそのぐらいなんで。アゴさんが限界超えてるんですね。限界突破してるんですね。すごいな。そう結構あれですよ。でも最近思ったのは、ブーストすれば、なんていうんですか、ブーストした状態なら、リミットでいいんだなっていうような感じで、参考にすべきが。一人一人なんですけど。まあまあまあ、でもそれすごくいい発見ですよね。なんかリミットって何なんだみたいな、ありますよね。自分の中での、そのリミットの位置づけが、そのインスタレーションで、ブーストした状態での、耐えられる温度っていうイメージでいるので、それいいっすね。そうなんですよね。なんでレイヤリングでそこら辺はカバーするようにはできるかなっていうふうに思ってて、自分の中の基準が今そこで決まってるような感じですね。そういう時なんかインスタレーションの組み合わせとかも黄金パターンみたいなのあるんですか？僕は、このマイナス7度で寝た時は、インスタレーションがアルファダイレクトのみだったんですよ。そう。それでいけるんですね。上にアルファダイレクトの 2D、下がアルファタイツ、90、アルファダイレクト90のアルファタイツ、足元が、大和道の、ダウン、あれか、アルファソックス。アルファソックスだけ多分分厚いんですよ。かなり。あれ、120とか、もっと上の、アルファダイレクトの分厚さのやつ使って。そうなんや。かなりあったかいんで。そう、その状態で、言ったら、シェルがない状態。なんで、めちゃめちゃダウンに、こう、熱が伝わる。なるほど。で、その上からシュラフカバーかけてる感じで、こうできるだけ自分の体の熱をダウンに伝えながら逃がさないようにしてって感じで、かなり良かったですね。それすごいですよね。なんか初心者さんからすると、その上着を脱いだ方が暖かいっていう感覚ってなかなか理解しづらいと思うんですよね。僕も実際、本当かよって思ってたですよね。やっぱありますし、こういうそういうなんていうんですか、シェルがついた、これもシェルが薄いんで、十分熱は伝えてくれると思うんですけど、なんていうんですか、どっちかっていうとアルファダイレクトだけでどこまでいけるのかっていうのが気になるところで検証して、そうだし、肌にの温度を伝えやすい方がいいよっていうような話もあった聞いて、本当かよって思ったんですけど、実際そのリミット温度を超えたところでも、そういう薄めのブースト、そんなにこうなんていうんですかね、こうガチガチにダウンジャケット、ダウンパンツっていうのじゃなくても耐えきれるっていうのがちょっと分かったんで、すごい。そう、それがかなりの収穫でした。ちょうど去年の1月、今年の1月ぐらい、1月ぐらい、本当に2024年1月のそれこそ裏磐梯でっていう感じだったんですけど、そう、その時もなかなか良かったです。すごい、そういうの結構本当皆さん知りたいと思うんで、めちゃめちゃなんか今講義を聞いてる感じでした。うわ、すごいみたいな。やっぱ日々実験というか。実験、そうですよね。そうそうそう。わかります。人体実験を繰り返すみたいな。でもその代わり、キャンプの時は、車の中に予備の、ブーストを入れといたりとか、安全に保険を配慮しながら、どのぐらいまで自分はいけるのかなってやると一番。いやー、なかなかみんなできないと思うんで、すごいそれ楽しいです。実験が楽しいんですよ。実験楽しいですよね。僕もわかります、それ。同じ気持ちです。はい、すごいな。これタープとかはどこのタープのやつなんですか？タープは、雪だ。すいません、忙しい中、今いきなりこんな風に聞いちゃって大丈夫でしたか？全然大丈夫です。ありがとうございます。嬉しい。いや、僕ほんと冬のハンモックやりたいなと思ってたんで、めっちゃ、個人的にめっちゃ参考になります。はい。
まず、タープは C2 サミット。へえ、C2 サミット。そうです。これポンチョタープなんですよ。あ、ここにフへえ、ードがあるんですけど、面白。そう、これ、着れるタープっていう、切れる、あ、こう、ポンチョですもんね。ポンチョなんで、ポンチョとして着れて、レインウェアとしても使えるっていうへえ、すごい。感じで、今年は尾瀬、はい。 7月の尾瀬に行った時に、はい。 1日目は晴れてて、はい。で、2日目は、結構な雨だったんですけど、はいレインウェアなしの、ポンチョではあ、なるほど。行ってみるっていうような。へえ。実際、稜線とか歩くと風がすごく強いと思うんで、そっちの方はルートとして選ばずに、はい。どっちかっていうと、平らな方、はいはいはい平らな尾瀬の木道が整備されてるような場所を、使って。そう、歩くっていうような、はいな工程の内容だったんで、へえ。雨が降っても、ポンチョタープのポンチョでちょっと行ってみたいなっていうような気持ちだったんですけど、はい。無事、しっかり、まあ言ったら10キロぐらいのハイキングやれへえ。てっていうような感じでしたね。これ、ポンチョとしての着心地はいかがだったんですか？着心地ははい。やっぱ、なんですかね、こう、ダボっとするところはあるんですけど、このダボっとした部分を、は言ったらこういう、ガイロープい。で、ガイロープと自在で、腰で絞ってっていう風にやると、そんなにバサバサしないというか、へえ、面白い。だったり、こういうループはい。の場所を指にはめて、え、ここを沿わせることで、はで、なんていうんですか、こう、風が吹いても、はいここの袖がバサバサしないい。しないっていう。へえ。感じで、だけど、ここの部分は、はいポンチョとしても、言ったらスナップボタンで止めてるだけなんで、へこの部分は通気してくれるって感じ。え。へえ。そう、こっから通気が入るけど、入って、はでも風にも割と、い。いけるそ。んなにこう、うん稜線上の爆風だったら無理もうそれはそうですよね。大体のやつが無理ですもんね。樹林帯の中を歩くような感じだったら全然問題ないというか。面白いですね。一人二役の考え方がめっちゃ面白いですね。で、結構蒸れるっていう風に聞くんですけど、はい僕の場合はそこら辺を、レイヤリングはい。言ったらドライレイヤーを、はいはいはい。そう。言ったら長袖のドライレイヤー使って、肌に触れる部分っなるほていうのを全部もう、なんていうんですか、そのドライレイヤーど。はで、い。こう、水分をできるだけ感じないようにはいはいはい。するような、レイヤリングで。なるほど。で面白いですね。そうですね。はいそこら辺で結構活躍してくる。へえ、すごい。これがあるだけで劇的に軽くなるんで、そうですよね。そうこれで何グラムぐらいなんですか？これ200ないぐらいです。あ、軽い。約200ぐらい。ああ、めっちゃ UL タープですね。そうですねあーしかも結構コンパクトになりそうですもんね。これ知らだと。シングルのフラットタープとしては、は1.4 の、はい。短辺が 1.4 で、はい長辺が、はい。 165あるんですよ。なるほど。あ、じゃあ265 265。あるんで、はい。他のシングルタープに比べてもうん長辺が長いんですよ。確かに。なんで、長辺が長いことによって、居住性も結構上がってるというか。確かに。ハンモックとかいいですよね、より。まあでも今日ちょっと結構あれですけど、ついてますけど。いや、でも、確かに250ぐらいのまでのタープが多いんで。多いです多いですミニタープ。はい。265の15は結構大きいですよ15ね。センチが結なかなか構大きく、て。わかります、それ。だからやっぱりタープ泊した時も、確かにやっぱり安心感は若干あります。確かに。結構ありがたいですよね。やっぱ260あってほしいですよね、そうですねハンモックすると。でも、言ったらハンモック時代今日僕初めてだったんで。え、そうなんですか？そうなんですえ、もうすごい熟練の感じがい出てるんですけど。全然です、全然です。今日ハンモック初めてなんですそう、か？今日ハンモックはい初めてなのに、意外。あれなんですよ。はこんな環境なんですよ。い。いや、そうですよ。だから僕、結構されてらっしゃるんだろうなって。いやいや、全然です。今日、へーなんか、どっちかっていうと、ハンモックの僕の、はいハンモックの師匠たちがいっぱい、あ、そういうことだったんですか？やっぱじゃあ僕もハンモックやってやってみようっていう感じだっったんですね。はいでも、ぐっすり眠れたんですもんね、今日。そうですね。意外とでも、はいやっぱこれ、アンダーキルトが、はそう、イージスマックスの、はいタイニーってやつなんですい。けど、はい。そう、これが、3シーズン用なんですよ。ちょっと寒かったとおっしゃってましたもんね。そうです、そうです。なんで、言ったら、先輩方に、はい。俺のサイトできましたよって言ってもらって、はい。これ、アンキル薄くないみたいな確かに結構薄いですよね。話になって、はで、僕は、言ったら、アンダーキルトよりも、はいトップキルトが大事だと思ってい。た。なるほど。したっけみんなから、いやいや、大事なの、アンダーキルトだからって話。そういうことですよね。あ、マジっすか。でも確かに僕もハンモックまでやって2回とか3回なんですけど、うんはいさアンダーキルトっていう概念はキャンプとか登山にないじゃないですか。ないじゃないですか。全然。いや、だからわかんないそう。から、だからすごいなんか新しい世界ですよね。そうですねアンダーキルトっていう世界が。そう、です多分、お尻とか肩とはいか背中寒いと思うよ、みたいは。ない話になって、はい。じゃあもう、まあでもやってみるか、つってやったら、はい。
まあ、やっぱ冷たいなっていう感覚がある。ですよね。お尻の方は冷たいなっていう。いやー、でもすごいですよ、1日超えて。こういうウレタンのはいはいはい座布団とかでも、はい肩はブーストしたんですけど、はい。まあ、やっぱちょっと冷たいなってそうですよいうようなね。感じで、は冷たい、どうしよう、大丈夫かなーって気づいて、パッて気づいたら、はいもう寝ていたっていうい。すごい。感じでいや、すごい強いですね。そうですさすがです。 12時頃にはい。寝たんですけど、はい。気づいたら5時になってたんで、うわ、じゃあもう成功っちゃ成功っすよね。成功っすね。なんはかてっきり外が暗いから、い。はい。どうせ2時とか、 2時とか1時だろうなっていうような、1時は間しか寝なかったなって感じで、では思ったら、もうしっかり5時間い。熟睡できじゃあ全然いけましたはいね。で、さらにそこから、二度寝もしたということで。すごい。寒くてもいけるっていう。そうですね。面白いななんか意外とその体の向きとかはい。変えたりしながら、調整すれば。なのかなっていうような感じいや、これから逆に青谷さんの本当ハンモック研究もすごい楽しみですね。いやー、奥が深すぎて。奥が深すぎですよねやっぱ。先輩方のハンモックを見てると、はいそこら辺は奥が深くて。ですよね僕。も実際今回、その、アンダーキルトとトはいップキルト、どっちも持ってきてるけど、はいやっぱチューブキルトだけの人もやっぱりういるんで、ーん。そっちの方が軽いなと思って。確かに。そのチューブキルトっていう存在もまだちょっと僕的には未知なんですよね。僕も結局アンダーキルトとトップキルトがはいないとダメだろうって思ってた。そうですよね。でもそう、チューブキルトっていうのがあるらしくて、やっぱり、まあ、いろいろ見てもらえるはいはいと思うんですけど、そういうのも考えると、確かにやっぱりいいよなって。そうですよね。まあ、チューブキルトでいけるんだったら、なんか一見素人の考えからすると一気にいけちゃうんで、そっちの方が楽なんじゃないかとか思ったりもします。圧倒的に軽くできるんじゃないですよね。感じはありますよ。でもこれはでもすごい検証のしがいが本当ありそうですよね。はいアンダーキルトの場合、トップキルトの場合とか、チューブキルトの場合とかそう、ですね。はい。インスタレーションの組み合わせとか、いや、すごい楽しみにしてます、本当に。僕もちょっと初めてのはいハンモック楽しかったです。ありがとうございます。教えていただいて。すみません、勉強になりました。すみません、わざわざ。ありがとうございます。ということで、以上が青山さんの動画でした。本当にさすが東北が誇る UL ハイカーということで、YouTube とかもされててすごく勉強になるんですよね。本当に今回のお話もわかりやすくて、すごくためになりました。しかもなるべく、お安いもので構成されるっていうコンセプトもすごく素晴らしいなと感心するばかりでした。はい、今回の動画が少しでも楽しかったなと思っていただけましたら、大変お手数かと思いますが、チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますと幸いでございます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。